イグニッションの隣にあるスタートを押します。はい、このようにかなり音がでかいです。相当うるさいです。もう声張らないと会話に聞こえてくるのでうるさいです。まあ、これもすごいレーシーなやる気になるサウンドですね。柴田ドリフトレーシングチームの沢木レポーターです。さあ、今回は僕がお送りしたいと思います。今回何を紹介するかって言いますと、こちら2019年度のフォーミュラードリフトに参戦していた R31 スカイラインの紹介をさせていただきたいと思います。はい、今回も僕とドリフトレーシングチームのゆうきくんと2人でまた紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。まずは外装からです。はい。まあ、こちらの外装、前回と前々回の車両と一緒で、モデル7のエアロ使ってます。で、主に何が違うかっていうと、カラーリングですね。まあ、こちらもフルラッピングなんですけど、まあ、全然また、前と前回と前々回の車とは全然違うカラーリングとなってます。はい。で、また違う点があるんですけど、こちらのミラー、カーボンミラーですね。こちらは、アクティブさんからの提供でいただいたカーボンミラーになってます。めちゃくちゃ見やすいですね、このエアロミラーは。はい。で、まあ、前回と前々回と一緒なんですけど、フロントの足回りは、やっぱ D-MAX さん、必須です。D-MAX さんのナックルとサスペンションとアームですね。はい。絶対に必須なパーツです。で、リアなんですけど、リアの足回りは、こちらの車、セミトレっていう、足回りなんですけど、こちらのセミトレについては、前回動画でドリスも紹介したんですけど、その時に勇気が説明してくれてると思いますので、そちらをご覧ください。で、続いて、なんですけど、こちらトランクに穴開いてます。なんでかと言いますと、こちらはリアラジエーターなんですね。こちらはもう大きな違いですね。重量バランスを最適化するという目的でリアラジエーターになってます。これもリアラジエーターは冷えるんですか？そうですね、リアラジエーターにする上で、やっぱさっきも紹介したんですけど、冷えるように穴を開けたりとか、こういう風にダクトを開けて、もちろんリアバンパーにも穴をダクトを開けて、空気がちゃんと出るように工夫をしてます。はい。このような工夫の積み重ねのおかげで、今のところサーキット周回しても水温、油温ももちろんなんですけど、全く問題なく周回できます。それはすごい。という感じですね。外装の説明はこんな感じです。こんな感じになったので、次はエンジンルームの方を紹介していきたいと思います。はい、では次はエンジンルームになりますね。で、こちらの車は RB26 のエンジンが搭載されてます。で、タービンが GCG さんのタービンを使ってまして、こちらの今の馬力はだいたい850から900馬力ぐらい出てます。はい。で、これのエンジンは特に何っていうと、ドライサンプのエンジンだったりっていう、このすごいやっぱ今のドリフトに必須と言ってもいい過言じゃないような装備がついてますですね。で、本当に先ほど紹介した水温もそうですし、油温も問題なくサーキットが周回できるようになってますね。もう本当こんだけパワー出てるとすごい熱大変なんじゃないのっていうイメージあると思うんですけど、本当この車は水温油温ともにすごい快適に走れてますね。はい。で、2台のまた違いなんですけど、こちら、本当めちゃくちゃ綺麗に作ったリサイクルフェンダーなんですけど、このようになんでサイクルフェンダーにするかというと、すごい今ハンドルが切れるので、タイヤがやっぱ内側当たっちゃうんですよね。で、当たんないように対策するためにサイクルフェンダー化しております。これは何ですか？これはストラットタワーの強度を上げるために、このような形で切ってつけて、もう本当ストラット周りの補強ですね。補強のプレートと思っていただいていいと思います。はい。では次は、何が一番違うかと思う、全部違うと思うんですけど、一番
レーシーな雰囲気が出る室内を撮っていきたいと思います。はい、では次は室内の方のご紹介をしたいと思います。もうパッと見でわかると思うんですけど、めちゃくちゃレーシーな室内になってます。はい、このように安全タンクがあったり、もう本当競技車両ですね、見ての通りで、ロールバーとかもすごい全部ハンドメイドでオリジナルのロールバーとなってます。バーリングもしてあって、はい、すごいレーシーです、本当に。乗ってる本人でも毎回はすっげえなと思いながら乗ってますね。はい。で、まあ、こちらの車は、ミッションがまず G フォース。まあ、4速のドグミッションですね、H パターンの。まあでも基本的には普通の H パターンのミッションとそんなに変わんないんで、まあ本当にドグでシフトの入りがスコスコで、強度もすごく良くて、めちゃくちゃ使いやすいミッションです。乗りやすいですか？これめちゃくちゃ乗りやすいです。入りもめちゃくちゃいいし、何よりやっぱ耐久性もいいんで、入りが渋くなることも全然ないですね。去年1年間使って。シフトミスしたことありますか？シフトミスはあんまり、まあ練習の時は慣れたからね。慣れでは大丈夫です。まあ僕ちょっと慣れるまで時間かかっちゃったんですけど。なるほど、なるほど。あとは、この、油圧サイド。はい。こちらは、まあ今までの紹介した車は全部ドラムのサイドブレーキだったんですけど、こちらの車は油圧サイドを使ってます。まあなんで油圧かっていうと、まあ何よりもサイドブレーキの効きが段違いでいいんで、もう効かせたい時に一発でバンって効くんで、本当に油圧サイドはすごい楽です。本当楽です。必須アイテムですか？必須ですね。欲を言えば必須アイテムです。まず。なるほど。でも制御関係はコンピューターとかはモーテックさんのコンピューターを使ってて、またこちらもメーター周りって言ってももうメーター1個しかないんですけど、こちらもマルチメーターですね。こちらもモーテックさんのメーターになってます。後ほどエンジンも始動するのでいろいろ映していきたいと思います。はい、これ、このラジコンのバッテリーは何に使うんですか？そうですね。これラジコンやってるユーザーさんだったら、もう見慣れたものだと思うんですけど、こちらを本当にラジコンのドリフトとかで普通に使ってるバッテリーと一緒です。でこちら何に使ってるかっていうと、こちらの先っぽに端子がついてて、でこの先っぽの端子を、ドアからまた出てます。オスが。で、こうやって繋げると、なんと窓が開くんですよ。窓開きます。それ用ってことですね。です。これを、もうほんとこれだけのためにラジコンのバッテリー使ってます。閉まります、もちろん。ちょっと僕的にすごい面白いと思うんですよね、このアイテムって。ラジコンやってる方だとおなじみのバッテリーです。こういうように活用もしてます。よいしょ。はい。まあこのような感じで、車内の説明ですね。まあ本当見ての通りもうめちゃくちゃレーシーな31です。本当にかっこいいと思います、これは。はい。あとシートの位置も結構後ろだったりするんで、あとオルガンペダルがついてたりとか。はい。なのでマスターバックレスです。マスターバックレスはどうなんですか？まあ本当慣れだと思うんですけど、まあね、僕もちょっと慣れが追いつかなくて、まあいろいろミスとかはあったんですけど。そうですね。いろいろご迷惑をおかけしたこともありますけど、でも本当慣れてしまえば使い心地が良くて、本当踏んだ分だけ効くって感じですね。はい。まあでも本当めちゃくちゃレーシングカー。これが一番レーシングカーですね。本当にダントツで。まあ室内はこんな感じです。はい。はい。はい、続きまして、この車のエンジンのかけ方の説明をさせてもらいたいと思います。なんで説明するかって言いますと、前紹介した2台と違って、すごく特殊なエンジンのかけ方になってますので、そちらを紹介したいと思います。まず、車に乗り込みます。まあ、ここまでは大体一緒ですね。で、ハンドルつけて、はい、ここまでは普通です。で、こちらのサーキットブレーカー、キルスイッチですね、をオンにして、すごいいっぱいボタンついてると思うんですけど、こちらの一番左上のイグニッション、押します。はい、押しました。そしたら、メーターも光ります。で、次は、この横にある、イグニッションの隣にある、スタート、押します。はい、このように、かなり音がでかいです。相当うるさいです。もう、声張らないと、会話に聞こえてくるんでうるさいです。まあ、これもすごいレーシーな、やる気になるサウンドですね。
キルスイッチオフになります。ちょっとこれはうるさすぎて、あんまりエンジンかけてるとちょっと怒られちゃいそうなので、少しだけにしておきました。はい。もう見ての通り別格です、この車は。もうエンジンパワーも別格だし、この作り込みも全てがもう今まで紹介した車と違って、もうドリフト専用です。でちょっと、はい、僕から個人的な質問していいですかね。はい。ライツに出てる車と、はいはい。このフォーミュラ D に出てる車はい。で、はい。個人的な意見なんですけど、はい、なんかフォーミュラ D のがちょっと乗れてんのかなって思うんですよね。って思うんですよ。まず説明させてもらいます。B1 ライツに出てる車は最初の動画で紹介したゼウスですね。こちらの車。で、今紹介してるフォーミュラドリフトの車のことについての話なんですけど、今撮ってくれてゆうきくん、去年1年間 D1 ライツとフォーミュラドリフトでスポッターをやってくれてます。全線、専属で。そう。で、やってくれてるんですけど、毎回言われるんですよ。フォーミュラドリフト出てから。そう、毎回ね、思う。こうだくんこっちの方がいいですよね、みたいな。それいいに決まっとるやろ。こんなにすごい車乗ってるんだから。なるほど、なるほど。それだけ、こんだけすごい作り込みしてるともう全部欲しいものは全部ある。って状態での、もう、だからといって決して、ライツ号が揃ってないってわけじゃないんですけど、よりこっちの方がドリフト専用に特化してるんで、パワーも申し分ないし、まあミッションとかもすごいいいギア比なんで、まあ、その辺ではすごい救ってもらってます、車に。なので、その分、いい走りができてるということでございますね。っていうことですね。ということです。わかりました。決して、ライツの車がっていう話じゃなくて。じゃなくてね。そうですね。それぞれの性格があって、まあこの車の方が僕にはマッチすることが多いかなっていう意見で考えです。わかりました。確かに僕も乗っててすごい気持ちいいです。はい。まあ、フォーミュラ D のね、動画も上がってるはずなんで。そうですね。まあ、そうです。チャンネルにも、すごい、岡国とか、奥井吹とか、富士とか全部上がってるんで、車載も出てるんで、よかったら見てください。ぜひライツの動画と比べてもらってね。はい。全然フォーミュラ D の方がいい気がします。多分。自分でも思います。でも意識してるわけじゃないんですけどね。まあ、大きいコース、フォーミュラ D は大きいコースで、全開で、こう、振ってる区間が長いから、よりそう見えます。で、ライツだと結構、そういうテクニカルなコースが多いので、まあ、思い切って走ってるっていうよりは、いろいろ、こう、技を使いながら走るっていうイメージなんで、まあ、動画見た時もダイナミックさはちょっと多分違うかなっていう印象もあると思います。まあ、ただこちらの車の方が合うことが多いですね、正直。いい車なんで。はい、ということで、紹介させてもらいました。こちらのガイア号ですね。いかがでしたでしょうか？今までと違った、すごい、レーシーな、かっこいい車です。まあ、今年、フォーミュラドリフトもスポット参戦するんだとかしないとかっていう話なので、まだこの車が走ってる姿も見れますので、ぜひぜひこれからも期待してください。ありがとうございます。で、まあ一応この動画今度おしまいなんですけど、まあまた次回予告です。次回予告は、ついに我が社の柴田の本社を紹介したいと思います。まあこのように、まあ皆さん多分、どういう会社だろうって思ってる方もいらっしゃるかと思います。はい。で、スピードハンターさんとかでも取り上げてもらった通り、このように31が2台積みになって、とんでもない台数があるような会社なので、次回はそちらの方を紹介していきたいと思いますので、お楽しみください。では以上、今回は終了となります。ご視聴ありがとうございました。もしいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。